ヤッホーみんな息してる息しかしてない時までです。今日ね、これで届いたんで、ちょっと開けていきます。これですね。はい、無印良品の炊飯器ではなくて無印良品の MacBook 買いました。これ紹介していきます。はい。まあ、ちょっとどこまで紹介できるかわからないんですけど、買いました。とりあえず。はい、こんな感じです。こうちょっと固定してないと喋れないってこと気づいて。うん。久々に MacBook の買い替えです。もう今使ってるものがもう5年近く経ってて、で、若干ちょっと動作に怪しい感じが出てきたんで、ここでちょっと買い替えようかなと思って、急遽ね、入れました。突然入れてます。はい。ということで、今回、また同じく、今まで使ってたのもプロなんですけど、今度プロのインチがね、ちょっと大きくなってるんですよ。14インチになってるんですよね。新しいのはいつでも嬉しいんですけど、ちょっと大きくて重くなってる。ミニマルさが失われてるっていうんですかね。はい。プロの14インチですね。で、今まで使っていたのが13インチ。サイズ的にはこんな感じでね。若干ですけど、ちょっと一回り分ぐらいかな。で、重さ的には 200g ぐらい大きくなってますね。で、新しく最近 M5 っていうチップが出てるんですけど、僕はそれにしませんでした。なぜなら M4 のプロチップの方が、CPU と GPU 的には性能が高いからです。で、M5 っていうのは結局 AI に特化されたようなモデルになっていて、で、Apple の AI を使う分には、有利なチップにはなるんですけど、僕の場合ほとんどね、動画のレンダリングとかが中心、あとライブ配信とかなんで、そんなに AI 的な側面は必要じゃなくて、それよりも、レンダリングの速さとか処理速度を重視しています。で、ちょっとスペック一応話しておくと、14インチの MacBook Pro で、12コアの CPU で、16コアの GPU で、メモリを 48GB にして、ストレージ2テラにしてます。それでお値段なんと47万8000円。高すぎ新作ですね。本当にね。はい、そんなスペックになっていて、高すぎ新作だと。50万ですよ、ほぼほぼ。で、これ円安の状況とか、あとはそのチップの値段が上がっているっていうのとか、あとそもそものね、このアップル製品の定価が今上がってると。それが影響してます。で、自分がチューンしてる内容にも影響はしてるんだけど、こっちのプロを4年ぐらい、5年ぐらいか、4年、5年近く前ですけど、5年近く前に買った時は、これもある程度チューンしていて、24万とか27万ぐらいでした。24、5万かな。24、5万でした。それが今ね、新品で MacBook Pro 買うと、ちょっとチューンしただけで47万円に、50万円になっちゃうと。だから、4年前の2倍になってるわけですよ、値段が。で、4年前の2倍になって自分たちの給料とかが2倍になってるかというとそうじゃないですよね。で、今 iPhone とかもどんどん高くなっているし、で iPhone とかもう50万とか70万の時代が来るっていうふうに言われたりしてます。で、MacBook も結局一緒でね、iPhone と同じように釣られて値段が上がっていると。で、結局その同じスペックを買うんだったら Windows 機の方が安かったりもするんですけど、でもそれでもやっぱり自分はそのユーザビリティというかね、自分がもう長らく MacBook 使ってるんで、結局これに変えちゃってるわけですけど、これまでのサイクルは割とその3年ぐらいで買い替えてたんですけど、プロのある程度こうスペック上げておけば、もう5年ぐらい使えるってことが分かってるんで、ちょっとこれをね、しばらく使っていこうかと思います。でね、結構、ちょっと見えづらいか、これ。で、やっぱり僕の中でアップデートが大きい、いいなと思ってるのは、このね、ジャックですね。この USB-C が2つあって、で、3.5 のジャックがあって、で、電源がね、このマグセーフに戻ってるんですよ。これが僕の中で嬉しい。で、こっちに USB-C が2つあって、こっちにもね、1つ USB-C があると。で、SD カードスロットと HDMI がついてると。で、これはもう自分が完全に、外付けのアダプターを使わずに使えるスペックです。で、こっちはね、プロなんだけど、僕が持ってたプロなんですけど、これ見てください。これひどい、
解約がされた時のモデルで、プロのくせに、この音声のジャック1つと、USB-C のジャックが2つしかないんですよ。これは Apple がミニマリズムを完全に間違えた例ですね。これ間違えた例です。で、つまりこの時代の MacBook っていうのは、この USB-C で一つ電源を取るように、だから電源をこの USB-C が兼ねるっていう風な時代のものなんですけど、ここでさ、電源を一つ取っちゃうと、USB-C が一つしかないんですよ、これ。だから全く拡張性がなくて、で、ほとんどなんかこの MacBook Air 的な扱いなんですね、プロのくせに。だからまあそういう時代のちょっと半端な MacBook なんですよね。で、そういうところもあって、もう早く買い替えたいなとは思ってたんですけど、チップは M1 で、M1 でも結構十分なんですよね。4K 動画サクサク処理できて、十分なんで、もうそれずっとね、壊れるまで使おうと思ってやってきたんですけど、なんかようやくこのタイミングで最近の M4 Pro にちょっとしてみようかなと思った経緯です。で、重量は 1400g、このプロが 1400g で、新しいのは 1600g になってるんで、だいたい 200g ぐらいですね、ちょっと重くなってるのが懸念点ではあるんですけど、まあなんか缶コーヒーとか缶ジュース1本分ぐらいの重量になるんですけど、まあ山に持っていくには辛いですけど、まあ画面が少し大きくなっている分、画面の作業スペースとかワークスペースの意味では結構有利かなと思います。で、メモリも 48GB になってファンもついてるんで、まあかなり速くなるでしょう。多分レンダリング。今、作っている動画とかの書き出しが、多分20分とか15分とかでやっていたものが、まあ3分とか2分とか、そういう速度でできるんじゃないかなと思っています。で、そうなってくると、かなりね、使える時間っていうか、その時間的な部分が、これ年間にならすと多分ものすごい時間になると思うんですよね。まあ僕結構動画作る本数とか多いんで、で、YouTube の動画だけじゃなくて、他のプロジェクトの動画とかもやってるんでね、そういうこう制作の効率を上げるっていう意味では、まあ MacBook を早い Mac にするっていうのは、で、長期的に見て時間と効率と、そして収益に直結することなので、こういうふうな買い替えアップデートしています。で、中にね、今回2テラ積みました。で、今まで使っていたものは、最低の512ギガでやってました。で、512ギガでも実は全然ね、問題ないんですよ、僕の場合は。というのも、まあ、それ用のワークフローを確立しているからです。昔からその少ない容量でやっていく、いかにやっていくかってことを、そのデータ、ストレージマネジメントみたいなことをずっと研究していて、で、そこにまあミニマリズムの技術とか哲学を持ち込んで管理しているんですけど、ただやっぱりまあどうしても 4K 動画をサクサクやるには、この外部のストレージが必要になります。512だと。最低ね、1テラぐらいはやっぱ必要で、1テラぐらいあった方が余裕を持って、1週間から2週間くらいのバッファーを持ちながら動画制作ができるっていう利点があるんですけど、それをね、今回はここにもう統合できるような形にしてます。はい。なので、ここでまあ2テラあれば、もうこの MacBook だけで作業ができるっていうので、これものすごく強みなんですよね、実はね。というのも、やっぱりこの SSD を使うのも全然、これもちっちゃくて軽くて、全然持ち運びには困んなくて、いいんですけど、これね、接続性の問題がやっぱりあって、どうしてもこの接続していて、ちょっとこう、不安定になる時があるんですよね。これをケーブルでつなぐっていう行為がいかにリスクかっていうことです。やっぱりこの、ちょっと動いただけでエラーが出たりとか、読み込みエラーが出たりとか、で、途中の作業しているものがバックアップ取れてなかったりとか、そういうことが起こるので、中のストレージで運用した方がむちゃくちゃ安定します。で、そういうね、これをこう当たることを気にしたりとか、途中でこう MacBook を持って移動するリスクみたいなところを、特に外で作業している時なんかに全く気にしなくてよくなるんですよ。だからこの単一の MacBook 1台で運用できることが自分にとっては重要だなと判断しました。この4年間ぐらいね、使ってきてこれをね、やっぱそういう判断をして、自分の中で経験値的にはこの1台でやった方が明らかに運用が安定するし効率的に回せるなっていうことが分かってきたんで、そういうわけで今回2テラをねあえて積みました。それで50万近くになってるわけですけど、でもこの外付けのストレージを一つ持っておくっていうのは結構ね良くて、
というのも、やっぱりこの MacBook、これからこう移行するんですけど、移行するときにやっぱバックアップ取る必要があるんですよね。何かしらそのデータを移行するときにバックアップ取る必要があるので、なるべくね、これ1台持ってた方がいろんな意味で効率が上がります。あとはその仕事のデータとか重要なデータをこれに二重にバックアップするっていうのに必ず必要ですし、やっぱり本体に集約していると本体がいっちゃったときに、もう例えばもう水没とか落としたりとかしてね、いきなり内蔵のディスクがやられるっていうリスクがあるので、必ずそのストレージ大事なものは外部にバックアップ取るっていう意味で、絶対的にこの外付けっていうのは必要なんですけど、で、運用の安定性という意味ではこの1台で運用した方が安定性はかなり高まるっていうことですね。はい、そういう感じです。で、移行の方法なんですけど、僕はもうこれもう20年近くね、この MacBook の移行みたいなのも、今まで何台使ってきたかって感じでやってるんですけど、基本的には、クリーンな状態でインストールをします。クリーンインストールされた状態の OS がある中で、タイムマシンとか USB-C の接続で、この古い Mac をこっちにそのまま移行するってことはしないってことです。その理由としてはいくつかあるんですけど、綺麗な状態で使い始めるっていうのが好きで、一番ミニマルな状態で、これから使い始めていくってことをやるってことですね。で、これ引っ越しと一緒です。全く引っ越しと一緒。考え方。で、僕の視聴者の方からね、新たに引っ越しするときに自分の荷物をすべて持ってって引っ越しするのか、それとも新しい新天地でゼロから引っ越しして生活を始めるのがいいかみたいな質問をね、いただいたことあるんですけど、それに結構近いようなところがあって、やっぱりこの昔のデータを引き継ぐっていうのは、いくらこの中をシンプルにしていても、いろんなその構成とか、バックグラウンドで動いているデータとか保存されたものが残って、そしてこっちに、そういう余計なデータもこっちに一緒に引っ越ししてしまうことになります。なのでこれいくらこの中をきれいにクリーンにしてもそういう状態になるので、特にこの中を全く整理してなくて気にしてないような人たちがそれをやると、もう移動した瞬間に新しい MacBook のデータを全て圧迫してしまうことになるんですよ。なので僕は新しい MacBook に移動するときにはもうゼロから始めます。全く移動させません。でもそれだとやっぱりその使い勝手が変わってくるので、新しいその OS とか新しい使い勝手を楽しみながらも、必要なデータはこの中に入れておくっていうことです。で、それは自分が使っているエディターの基本設定だったりとか、OS に紐づくコントロールの設定だったりとか、あとはいつも動画編集で使っているよく使う素材だったりとか、そういうものですね。そういうものは、これにバックアップ取っておいて、で、手動でこちらに移行させるというふうな手段を取っています。で、その方がシンプルでトラブルが少ないんですよ。で、何よりワクワクするじゃないですか。で、その方がワクワクしませんか？新しい部屋に引っ越しをして、ゼロから新しい場所で自分の生活を始めていくって、あの時の身軽さを思い出してみてください。そういうミニマリズムをこのデジタルの中でもやるっていうことです。この中でゼロから新しいものを作っていく。で、そういうわけで今まで使っていた新しいソフトウェアを再インストールしたりとか、いろいろね、手間はかかるんですけど、その方が気分よく始められます。で、最近はiCloud もあるので、iCloud からこっちにね、落とすっていうのもあるんですけど、僕は基本的に iCloud に置いているものは、もう重要なデータだけにしています。ベーシックに使う情報だったりとか、あとはキーチェーンに保存されているようなものですね。そのようなものは iCloud に置いておいて、あとはこの中で、iCloud や、Google のドライブに接続すれば、その情報はそのままアクセスできるようになるので問題ないと。だからそういうふうにして、この古いものの中にある、溜まったね、ゴミみたいなものとか、裏で動いているデータを持ち込まない。そういうことを新しいMacBook に移行するときは毎回気をつけて意識しています。だいたいそんな感じかな。で、今日ちょっと早速これからセットアップしていって、ちょっと動画の編集なんかも一本やってみます。で、もしこの後にちょっとだけその様子っていうか、映せたら映そうと思うので、で、映せてなかったらここでお別れってことになるんで、一応最後の挨拶しておきます。はい、ということでこのチャンネルでは少ないもので暮らしながらより作っていく、ミニマリズムや創作、創造のアイデアを発信しています。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。で、技術的な話だったりとか、深掘り記事なんかは、コアメンバーシップで書いてますので、発信活動とか創作とかクリエイティブやりたいって方はぜひチェックしてみてください。で、毎週土曜日には近況報告とか、ジャーナルのサマリーを書いたレターを配信しています。で、こちらは無料で登録できますので、ぜひ登録してみてください。で、あと YouTube の裏番組として最近ポッドキャストも配信してますので、聞いてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。ようやく引っ越しが完了しました。いやー、手こずったね。OS26 ですね。タホ。
リキッドグラスデザイン。かなりこれが使いにくい。エッジが丸いんだよね。チップは M4 のプロで、メモリは 48GB。はい、Emax もね、無事に起動してます。キーボードは英字。HHKB もだいぶ苦戦しました。やってきます。